おはようございます。今日は、8月の17日の月曜日です。今日はですね、ここ来てるのはタイウォーですね。向こうに電車が走ってるの見えると思いますけども、これ橋の下ですね。この川ですね、もうすぐこう海があるんですけど、台北センターですね、台北チョンサンに向かって歩きたいと思います。ここも川プロムダイブになってまして、結構みんな夜になってから歩いてるとこなんですけども、ここの右側ですね、右側まっすぐ行くとですね、香港鉄道博物館っていうのがあります。今コロナでですね、閉まってますけども、大きい魚で大きい鳥です。お飛びました。こういうふうにですね、船があるんですけど、なんでかというと海がすぐでして、海からこう上がっていくんですよね。ご存知のように海に塩水につけておくと、錆びますので、やっぱり淡水のところに持っていって保管するっていうのが古代からそういうふうに船は淡水でキープするという方法をしてました。それとでもなんか何だっけ、虫もつくんですよね。なんか虫がつかないのがこっちになる。淡水が虫もつかないんですかね。どうだったっけ。これも司馬遼太郎の本によく書かれてます。はい。結構ここ魚いるんですね。でさっきですね、電車乗ってきたんですけど、雨がすごい降りまして、雨で濡れてます。今日はですね、なんか朝起きたら降水確率 10% ぐらいだったんですけども、時間が経つにつれなんか降水確率が上がっている。今もう90何%なんで、いつ雨降るか分かりません。またジャンピングフィッシュが飛んでますね。2回ぐらい飛ばんかな。何なんですよね、これ。なんか縄張りかなんかのあれですかね、これ飛ぶのは。よくわかんないですけどね。むちゃくちゃ蒸してます。今日はムシムシですね。多分歩かなくても外出たら汗かくような感じですね。日陰入るとすごく涼しいんですけどね。なんか日本は昨日毎日NHK のニュースを聞いてるんですけども、ポッドキャストでですね、気温が40度を超えて、昨日浜松で40何度になったと聞いてますけど、香港はですね、夏の時間っていうのは長いんです。夏の期間っていうのが、3月の終わりぐらいから30度いく時もあって、11月の1週目ぐらいまでですね、普通はだいたい夏ですね。確かプールも4月1日からオープンかな。で10月31日までだったと思います。公共のプールはやってますね。なので夏の期間多いんですけども、りその35度はいきますけど、それ以上なんていうんですか、暑くなることはまずないですね。ただですね、夜中もですね、そんなに夜もそんなに気温落ちない日の方が多いです。はい。で25度以上ありますね。10何度夏の時になることはまずないですね。はい。湿度が高いんで、一年中どこの行っても冷房入ってます。冬はですね、寒い時にはだいたい5度ぐらいになる時もあります。5度前も言ったかもわかんないですけど、5度より低くなると学校休みですからね。はい。まずないことですね。12、3度というのが朝の最低気温12、3度というのが非常に寒いと言われてます。ただ湿度が高いんでね、12、3度でも非常に寒いです。北海道から来る人もですね、
寒いって言います。はい、また変わった鳥ですね。こう見えますかね。はい、今ここからですね左側にずっと行って、トンネルくぐって右側に行きます。はい、こんな感じでした。はい、トンネルを渡ってですねこっちが来たんですけど、今から行くところはですね大宝中心って言いまして、住宅、すごく住宅の部屋あるんですけども、それの、中心でして、やっぱりショッピングセンター大きいんですよね。はい、ちょっとなんか変な雨が入ってで今ヤタっていう日系のスーパーがあるんですけど、もともとは、イオン、その前ジャスコですねだったんですね。それ前はヤオハンだったと思うんですけど、はい、そんな感じでなんか晴れてるのに雨がすごい降ってきました。でお昼ご飯を食べてブラブラしようかなと思って来ました。はい、そうですね、うちの家から一番近い日系のスーパーですかね、ここは。はい、食べるところはいっぱいありまして、今日月曜日なんでおそらくそんなに人がいないと思うので、はい、今日いろいろレストランなんかもいろいろありまして、僕は今中には入らなくて外から行きます。はい。香港はそうなんですよね。こういう風にして、1階とか2階が商業施設になってて、上は住むとこっていうのが多いですね。はい。こんな感じのとこで、大体どこのこの近くはですね、どこも1階2階に商業施設があって、渡り廊下でつながっていて、でそういうのがこう連なってるっていうイメージですよね。ここにマクドナルドがあります。ヤタっていうスーパーは香港にいきなり何個かできたんですけども、日本はどこなのか、名古屋なのかな。はい、香港はヤタっていうのと、シティスーパーですね。シティスーパーは香港で生まれた会社ですけど、あとはユニーですね。あとそごうも今はもうそごうと何も関係あったってこんな感じです。全然関係なくなったと思うんですけど、はい、ヤタですね。もともとジャスコやったと、イオンやったところ引き続いて大きさもそのままですねなってます。そうですね、ユニやったシティスーパーそごう、それぐらいですかね。日本の他あったっけ。昔はもっとあったんですけどね。大丸もあったし三越もあったし、今もなくなりましたね。というかいろいろな香港のスーパーでも日本のものを売り出しましたしね。あとはドラッグ系のとこものようなとこもあるし、ちっちゃいセブンイレブンとかがあって日本のものを置いてますからね今。そういう意味では取り立て日本のスーパーが必要だっていうことはなくなったんじゃないかと思います。このとこカレーができてますね。また来なあかんな。この中にもね、今元気寿司見えてると思うんですけど、銀カレーとですね、
なんだ牛角となんだっけなありますね。昔ここにねデザート屋さんあったんですよ。もうなくなった。今から行くのはですね、パキスタンカレーって言われる、香港の人がやってるんですけど、別にパキスタン人がやってるわけじゃないんですけど、パキスタンカレーに行きます。僕の好きなとこですね。今最近ちょっと来なくなりましたね。コロナ始まった時1回来たかな、3月ぐらいに3月か2月か3月来ましたっけね。昔はよく来てましたけど、パキスタンカレーちょっと食べたいなと思って来ましたぐらいやったかな、50ぐらいやったかな、ちょっと覚えてないですけど、もうすぐです。いつもねここ来てね不安になるんですよね。潰れてんのちゃうかな。ありましたありました。来ました。カーリーのナンパですね。こんな感じですごく美味しいところです。チュンラーということで中に赤いのがね、いただきます。スターバックスに来ました。ちょっといますかね。キューポン使ったんでで今シールドこう貼ってあってこんな感じです。食事終わって買い物終わって今から帰ります。すごい雨降ったみたいです。また元来た道を帰ります。ちょっと臭いですね。ヘドロのようにします。ガバッと一回そこに溜まってる泥を取らんと臭いよね。白い鳥がいっぱいいるんですけど、あれがね夜になるとこっちの木の上に止まるんですよね。なんかね水がよどんでて、ここは臭いですね。さっきあそこの橋のところでこう曲がって向こう側に行って、であそこがショッピングモールですね。白い鳥ようさんいるんですよね。あそこがさっき言ってましたけど、木のところが巣になってるんですよ。夕方になったらみんなあそこの木に止まるんですよね。面白いですよね。今ね何度ぐらいかな、30度ぐらいかな。全然歩いてても暑くないです。いっぱいいますよ、白い鳥。多分ね魚食べてるんじゃなくて、なんか虫みたいなの食べてると思うんですね。このスズメもよさんいます。スズメも虫食べてるのかな。いっぱいあそこでなんかつついてるんですよね。魚じゃないです。今よさんいますよ、この白い鳥。昔ねここで見てた投げ網と網ですか、やってていっぱい取れてましたけどね。こんな鋭い鳥もいます。ちょっと汚れてますけど白い鳥。これなんやろね、サギかな。飛んできてます、飛んできてます。
ですね、ちっちゃいのなんか立ってますよね。この辺はそれが多いんでしょうねだから食べ物が近くにあるからでしょうね。うずらみたいなやつは何狙ってんのかな。あれは魚狙ってんのかな。ちょっと雨降りそうですからちょっと先を急ぎます。では。